ドンキーコングカントリー先行体験談。テーマパークメディアハピエルの編集長本内康弘がお届けします。 USJ の新エリアドンキーコングカントリーが2024年12月11日にグランドオープンしますが、グランロイヤル年パスを持っている人向けの先行体験が開催、また USJ ファン向けの先行体験も開催されました。私も先行体験を体験してきたので、その時のお話をします。ドンキーコングカントリーの入り口はスーパーニンテンドーワールドの1階の奥にあります。ヨッシーアドベンチャーの奥です。今まで長い間布がかかっていましたが、11月27日に初めてお披露目されました。ドンキーコングカントリーのマップは USJ の公式アプリで見ることができます。こちらがエリアの入り口、そしてこちらがアトラクションの入り口になっています。またドンキーコングとの記念撮影ができる場所や太鼓を叩くアトラクションもあります。ちなみにこのエリア、先行体験で話題になったのはトイレがないということです。もともとオープンしているマリオエリアの7割ほどの広さなので、トイレがない、そしてマリオエリアに戻らないといけません。このトロッコがぐるり一周エリアを囲んでいるので、トイレが設置できなかったという事情もあるのかもしれませんが、ただとにかくトイレがないので、子供連れで行く方はご注意ください。メインのアトラクションドンキーコングのクレイジートロッコ、このような4人乗りのライドになっています。この体験談は後で詳しく紹介します。ドンキーコングと記念撮影ができます。ドンキーコングはこの写真のようにとても大きいです。ちなみに私は身長182センチあるのですが、ドンキーコングと並んだらとってもちっちゃく写ってしまいました。本当に大きかったし、腕もむちゃむちゃ太かったです。1枚目はドンキーコングに抱きついてくださいと言われて、2人までなら左右に抱きつけます。3人以上なら誰かは横に立たないといけません。2枚目はこのようにちょっと前に出てしゃがんで撮影です。ちなみにこの記念撮影、1人1分から1分20秒ほどのとても短い時間なので、身だしなみや身につけておきたいもの、持っていきたいグッズはあらかじめ準備しておきましょう。ちなみにこの時間はスマホ撮影がなかった時の時間なので、スマホ撮影が開始されればもう少し長くなるかもしれません。また20分に1回程度ドンキーコングが一旦退出します。5分ぐらいすると戻ってくるのですが、戻ってくるときは1分ぐらいのミニショーがあります。そのショーの前にはショーを楽しむための練習タイムもあるので、ドンキーコングがいない時間もあまり待たされたという感じはしません。ただこういったショーもあって17組ほど並んでいるとミニショーがまた開催されるので、結局私は20組待ちぐらいで40分ほど待ちました。ドンキーコングカントリーのパワーアップバンドはこのようにドンキーと DD コングのバンドがあります。今までのバンドにこの2種類が加わりました。このバンドをするとランビのジャングルコンガという太鼓をリズムに合わせて叩くアトラクション、ミニゲームができます。サイのランビを音楽でうまく誘い出すアトラクションです。太鼓は3箇所に2つずつあり、3人同時に協力プレイができます。ただちょっと説明が少ないので、どんなプレイなのかよくわからなかったりします。またとても見やすい場所にあるので、周りの人に太鼓を叩いている様子が見えてちょっと恥ずかしいという人もいるようです。ちなみに一人で体験すると、一人で3箇所太鼓を順番に叩いていくというなかなかハードなプレイが楽しめます。続いてはドンキーコングのクレイジートロッコの紹介です。怖い？浮遊感は？どんな内容なのかネタバレありで紹介するので、ネタバレたくない方はこの辺りで止めた方がいいかもしれません。ドンキーコングのクレイジートロッコとはどんなライドなのか。それは敵族からゴールデンバナナを守るためにトロッコに乗って冒険をするアトラクションです。壁画にはゴールデンバナナをゴリラたちが崇めている様子が描かれています。4人乗りのトロッコに乗って黄金の神殿から樽の大砲で飛び出したら
広大なジャングルを豪快に走り回る。途切れたレールをジャンプしたり、予測不能な体験の連続があります。途中で3カ所ほど水に濡れる場面があるんですが、顔を狙われがちなのでご注意ください。天候体験した人たちは結構前髪が終わったとか、いろいろそういう髪の毛や顔に関する感想が多かったです。アトラクションで気になるのはどれだけ怖いのか、浮遊感はあるのか、遠心力があるのかってことは結構気になる人がいると思います。浮遊感に関しては私は全く感じませんでした。人によっては少し感じたという人もいました。ただ、ハリウッドドリームズアライドのような強い浮遊感はありません。一般的にジェットコースターは高い場所までモーターの力で登っていって重力で落ちていきますが、クレイジートロッコは謎の力で推進するため、そのような浮遊感が感じにくかったりするのかもしれません。このあたりもゲームのトロッコと同じような感覚が味わえているのかもしれません。また、ジェットコースターとかでよくある遠心力もあまり感じません。とても高速で急カーブを曲がりますが、レールが新幹線のようにちょっと斜めになっていることもあってか、遠心力を感じないような設計になってそうです。気になる怖さですが、絶叫ライドが得意な人、そんなに得意じゃない人、子供の3種類に分けて解説します。絶叫アトラクションは怖くないよっていう人、そういう人は、ゲームと同様左右のレールに飛び移る場面があって動くのですが、ゲームだと自分の操作で動きますが、アトラクションは勝手にレールを飛び移るのでスリル満点です。また、ストーリーコースターの要素があるため、ジェットコースターが得意っていう人でも驚きのスリル、そして水が見えていて接近しているのにライドに乗ってるから避けられないっていう恐怖など、普通の絶叫アトラクションにはないスリルが味わえました。続いて、絶叫ライドがあまり得意じゃない人、こういった方にはスタート直後にこの写真のような坂を登っていって、この坂もゆっくり登るではなく急加速で登っていくので、先が見えない樽の発射にはちょっと怖いかもしれません。また、ディズニーシーであるインディ・ジョーンズのスリルに似た怖い演出など、いろいろ怖い要素はありますが、ただ逆に高い場所を走行するときは電車で高架を走行しているような安心感があって、基本的に前方だけ見ていれば高い場所にいるってこともあまり気づかないような、そういうコース設計になっているので、高所恐怖症の人でもあまり怖くないのではないかなと思います。また途中にストーリー要素もあるので、怖いというよりは楽しいかもしれません。ただ、水に濡れたキャーという叫びは出るかもしれませんね。また、体験時間は2分と短めなので、恐怖を感じてもずっと続かないっていうのはちょっと安心かもしれません。小学校低学年や幼稚園の子供の場合ですが、このアトラクション、レールがあちこちで壊れて途切れてしまってます。アトラクションの待ち列とかに並ぶ前、ドンキーコングカントリーに入った時から壊れかけの遺跡をトロッコが走っている様子を見ることができます。そのため、子供が走っているうちにこのコースの支えている石壊れるんじゃないって心配そうに親に聞いているような声も聞こえてきました。シンプルにレールが壊れているところをトロッコで走るなんてとっても怖いですよね。怖くて嫌がって泣いてる子供は結構いました。このようにドンキーコングの世界に入り込んでしまう、そういった小さなお子さんだと、アトラクションの入り口に行く前にもう怖くて無理って泣いちゃうかもしれません。ただ実際に体験した子供では泣いていなかったので、実際に体験するとそこまで怖くないと感じているようです。ドンキーコングのクレイジートロッコの待ち時間ですが、このアトラクション、ムービングベルトという乗車口、降車口がライドに合わせて動くアトラクションです。似たようなシステムではスペースファンタジーザライド、XR ライドがあります。待ち時間の予想ですが、これは始まっていないのでどれだけ正確かわかりませんが、平日で 2,3 時間待ち、土日で 3,4 時間待ちが予想されます。1台4人乗りのトロッコは1分間計測したところ6台出発していました。ディスパッチタイム10秒ってことですね。つまり1分間で24人、1時間だと1444人、8時間で1万人ちょっとが体験できるアトラクションです。ちなみに USJ の入場者数はめちゃくちゃ閑散期でも1万人以上、普段は3万人から4万人が来ています。超混雑日には
7万人から8万人が来場しています。エリア整理券でスーパーニンテンドーワールドドンキーコングカントリーに入場できる人数が制限されているので、ユニバに入場した人全員が入場はできませんが、仮に4000人がクレイジートロッコに並ぶと3時間待ちになってしまいます。ちなみに先行体験ではそれほど多くない人数しか入場していませんでしたが、最長50分待ちとなっていました。オープン当初は 3,4 時間待ちになる可能性もあります。また待ち時間が長いと閉園する数時間前に受付終了となってしまうので、せっかく USJ に来てドンキーコングカントリースーパーニンテンドーワールドのエリア整理券を入手したとしても、エリアに入った時には受付終了していて体験できない可能性もあるのでご注意ください。エクスプレスマシンには体験には長時間並ぶ必要がありそうなので、エクスプレスパスを買うことをお勧めします。ドンキーコングのクレイジートロッコに登場するキャラクターはこちらのキャラクターが登場しました。石像の名前はちょっとわかんなかったので、知っている方はぜひコメントで教えてください。ドンキーコングカントリーの待ち列はすごいポイントやパワーアップバンドを使える場所がいくつかあります。まず黄金の神殿、この入り口に猿神様の口があって、こちらにパワーアップバンドを当てるとスタンプがもらえます。そしてその奥の壁画です。こちらの壁画、ファミコン版のドンキーコングのゲームに似ています。コースとはしご、ドンキーコング、樽がありますね。さらにこの場所には2つの猿の像、ピタリとペタリの像があります。この像はパワーアップバンドを当てると成功させることができるんですが、1人では無理で2人の協力が必要です。成功したら天井を見上げてみてください。とても美しく輝くバナナが見えますよ。ちなみに夜見た人に聞くとかなり綺麗に輝いて見えるそうです。また待ち列にはファンキーコングが話しかけてストーリーを紹介してきます。このファンキーコング、体がとてもよく動いて柔らかい動きをしていて、リアルなお猿さんが喋っているような感じがします。ディズニーランドのアニマトロニクスのようでした。ちなみにシングルライダーがありますが、このシングルライダーいくつかのデメリットがあります。まずパワーアップバンドで体験する箇所を全部飛ばしてしまいます。またクランキーコングのストーリー説明の場所も飛ばします。かなり短いコースでライドの乗り口に近づいていくので遺跡があまり見れないというデメリットもあります。ドンキーコングのクレイジートロッコは有料で写真撮影スポットがあるので、ぜひポーズを決めてみましょう。ただし初見ではカメラがどこにあるのかわからないので、できれば2階に乗っておきたいです。スーパーニンテンドーワールドといえばピクミンが隠れていますが、ドンキーコングカントリーのアトラクションにも隠れピクミンの壁画が2箇所あります。また他の場所にもありますよ。以上、ドンキーコングカントリーのドンキーコングのクレイジートロッコの紹介でした。この動画が良かったよ、またこんな攻略法をお話ししてねって思われた方は、ぜひいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。またコメントをいただけるととても嬉しいです。それでは次の動画もぜひご覧ください。